柴崎春道の基礎から学べる水彩画。それでは、絵の具の選び方についてやっていきましょうね。では、こちらをご覧くださいね。いずれも水彩絵の具です。たくさんありますね。あなたも画材屋さん行くとね、水彩絵の具こんなにたくさんあるの？もっとあるかもわかんないんだけどね。柴崎が日本で比較的、手にしやすいもの、目に入りやすいものをここに選んできたんですけども、ではね、こんなたくさんある、水彩絵の具の中で、これ何をね、あなたが選ぶべきか、今からお話ししましょう。これを選ぶにあたってね、二つ大きく条件があります。その一つがね、私たちがこれから一緒に絵を描いていく。それは、透明水彩画というものです。透明水彩画ですね。もう一つはですね、私たちこれからね、基礎の第一歩からね、本格的な透明水彩画まで幅広く確実にね、楽しくお勉強するというのがもう一つの目標です。この二つの目標にね、叶った絵の具はこの中でどれかということですね。まずそれを選ぶにあたってね、ここにある水彩絵の具ね、実は3つのグループに分かれています。それをまず教えましょうね。まず一つ目はですね、これとですね、そして、これなんですね。これとこれなんですね。これはですね、ここに書いてあります。ガッシュと書いてありますね。いわゆる不透明水彩画用の絵の具です。紛らわしいですよね。不透明水彩画。でも私たちがお勉強するのは透明水彩画なので、まず言葉がちょっと違うでしょ？これはね、わかりやすく言えばね、ポスターカラーのようなものです。それからこれはアクリル絵の具と言いまして、屋外のね、ペンキのようなものですね。はい。いずれも不透明水彩の絵の具なので、透明水彩画用の絵の具ではありませんので、除外します。では、その次のもう一つのグループですね。見てみましょう。これと、これですね。見ると、ちゃんとここに水彩って書いてありますもんね。はい。ここにも水彩と書いてあります。だけども、ちょっと見ますとですね、ここにマットとこう書いてあるんですよ。これはどういうものかって言いますと、わかりやすく言うと、あなたがですね、小学校や中学校で水彩画を描いたと思います。あのような水彩絵の具なんですね。性質としては、半透明の水彩絵の具です。でも私たちがこれからお勉強するのは、透明水彩画ですので、さっき除外したのは、不透明水彩画だから除外したんですよね。透明水彩じゃなくて不透明水彩。これはね、半透明。だから、透明水彩画と不透明水彩の間あたりにあるね、ものなんですよ。だから本格的な透明水彩をお勉強するには、やっぱりちょっと適さないので、これも除外しましょう。ということでね、ここにね、4種類の、水彩の具が残りました。だから、これがね、いわゆる透明水彩絵の具というものなんですよ。ね。もういろいろ、でもそういってもいろいろありますよね。はい。で、いずれもね、それぞれ、メーカーがね、透明水彩絵の具としてね、もう努力重ねて作った、それぞれ、個性のある絵の具だと思います。で、その中でね、柴崎が、ちょっとこれは透明水彩絵の具でいいけども、さっきね、言いましたね。私たちは基礎のお勉強から始めてみたい。ということを言いました。その観点で言うとね、ちょっとこの絵の具ね、あんまり適当じゃないかなと思ってお話しします。綺麗でしょこれね。
中を見てみましょうかね。どんなになってるかです。よいしょ。ほら、こうです。ね、綺麗ですよね。透明水彩は基本色を使いますよっていうね、基本的なお勉強化していますということだから、やっぱり基本色は揃えた方がいいですね。赤、黄色、青、緑とか、そういうはっきりした色です。その観点でいくと、ちょっとね、綺麗なんだけどね、全体にね、ちょっとこう、ね、中間色っぽい色が多いんですよ。そういう点でね、例えばこんな風にですね、あなたも画材屋さん行くと、もう本当に綺麗なね、色がね、こう、たくさん種並んでね、もう好きに選んでくださいってあると思うんです。だから、これいいな、こういうので絵描いたら素敵だな、これもいいなってこうね、バラバラに買ってくることも、そういう気持ちになるかもわかんないんだけども、でもあくまでも、まずは基本的なお勉強をするために、基本色を揃えたいというね、柴崎の気持ちからすると、このように美しいんだけども、あまり赤、黄色、青というはっきりした色じゃない、このような中間色の色だったり、そのようなセットは、基本のお勉強にはちょっと適さないだろうということで、これは除外したいと思います。では、あとこういう残りましたね。残ったんですけども、いずれもね、これで、どれでも、これは必ず悪いと言えない、ちゃんとした基本色です。ね。しかも透明水彩絵の具です。ただこれはセットとしては12色なんですね。ですね。これで、ちゃんと基礎の勉強もできますけども、柴崎はですね、進めるのは、もうちょっとね、これから先ね、基本的なことを勉強した後にも、もう少し勉強は先に進んで、もっと透明水彩絵の具の楽しさ、美しさで本格的なお勉強まで進める。なおかつ、比較的手に入りやすい絵の具としては、この中では、このホルベインのベーシックカラーね、24色、これをお勧めしたいと思います。ですので、こちらをですね、はい、ちょっと溶かしましょう。これですね。中ちょっと見てみましょうね。どうなってるかですね。よいしょ。ほら。ね。赤も3種類あるし、これね、グリーンでもいろいろありますよね。これをね、どう使うか、どのようにね、これを基本的な透明水彩に使っていくかってことをね、ちゃんとね、お話で一緒に学んでいきますからね。楽しみにしてください。ちゃんと意味があります。で、これだけ24色揃いますと、本当に処方のお勉強から本格的な透明水彩まで確実に楽しんでいくことができます。繰り返すようですけども、そういう意味で柴崎は、もしあなたがこれから新しく透明水彩絵の具を買うんであれば、このホルベインのベーシックカラー24色、透明水彩絵の具ですよ。これをおすすめするということになります。